黒いものが下がってます。これ全ては髪の毛ですね。お礼の髪の毛になります。だいたい3000人分ぐらい。私も不思議な体験もしたこともあります。絶対にあの世があるないような気がします。今から証拠の写真がありますのでお見せします。この写真は私のおじいさんです。ここがだいたい顔ですね。わかりましたか？ここが一番のパワースポットになります。ここにもね、体につけてあったものを持ってこられたものです。でこちら正面に一番古い、ここは11面観世音菩薩様、頭の上に11の顔のある観音様をお祭りしてあります。ノーボアケセケラボヤオンアリキアマリボリソーカ。よいしょ。ここはね、48番の奥の院という形でしゃもじをねご奉納なさっているという形。お大様がご修なされたご理屈をご案内いたします。私は椿堂返上院の、名誉住職になりますけども、押のみ宗樹と言います。お坊さんになってもう50年ぐらいになります。ここのお寺は私のおじさんのお寺で跡継ぎがいないんでね、私に跡継ぎをしてもらいたいということで、20歳の時にいきなり和歌山の高野山の千秋学院というお坊さんの養成学校に行って、7年間高野山にいまして、そしてこちらのお寺の方に入山してだいたい40何年ぐらい、2、3年になります。ここは弘法大師空海、平安時代のお坊さんになります。空海は真言宗という宗派をお作りになられて、京都の東寺、東の寺と書いて東寺を中心にお弟子さんを使って初めて日本全国に仏の教えを広められたので、後に弘法大師という、大師号をいただかれて、最後は和歌山の高野山という山で、ご入場といってね、一般的には亡くなられたわけですけど、最後に全ての人をお救いしますというお誓いを立てられてですね、いまだに私たちを仏様の世界から見守ってお救いくださっているという考え方をします。ここはそのゆかりの弘法大師ゆかりのお寺ということになります。ですから今から1200年ほど前に弘法大師様がこちらにやってこられたので、だいたい1200年ぐらいの、歴史があると思っていただければ結構です。ここにですね、江戸時代の末期に、豊後四国88カ所という霊場が作られました。それはどういうことかというと、こちらの地元の方がなかなかお四国行けないんですから、代表者の方がですね、お四国の88カ所に行かれて、1番から88番までの札所のお砂をこちら豊後高田に持って帰られて、1番から88番の札所をこの近くに作られたわけですね。1番から88番まで、あれは 2,3 日かかりますけども、新たに、豊後四国88カ所というのを江戸の末期に作られたわけですね。それの札所として正面の本堂が49番札所で、もう一段上がったところが48番札所、それから山の頂上が50番札所というふうに心当たりに点々とあります。それの49番札所は豊後四国88カ所の総本山という形でいまだにお大師様のゆかりのお寺として皆さんお参りくださってます。じゃあこちらの正面の本堂から参ります。正面の本堂よく見られたら黒いものが下がってます。これ全ては髪の毛ですね。髪の毛は昔は日本髪って言ってね、大事に大事にしておられた女性にとっては命の次に大事なものだったわけですね。その大事な黒髪を、病気を治してくださいとか、いろんな願い事をなされてですね、子供さんのためとかご主人のため、あるいは我が身のためにですね、お大師様にどうかよろしくお願いします、この私の願いが叶ったら髪の毛を断ち切りますという約束を弘法大師様になされるわけですね。そして一生懸命ご信仰していると病気が治ったり、いろんな願いが叶ったので、約束通りに髪の毛を断ち切られてご奉納なさったというお礼の髪の毛になります。現在残っているのは江戸の末期から
明治昭和の初期にかけてと文が残っておると思います。正式には数えてませんけど、だいたい3000人分ぐらい、残っておると思います。これ以外にもまだあちらにもたくさんあるし、もう別に何もしてないですね。そのままです。髪の毛は昔はロープにしてたんですね。大変強いということですけど、ギブスですね。昔は包帯をして石膏で固めておって、良くなったらこれ外すわけですけど、そうしたものをここに持ってこられてお礼参りなさったということですね。胴体とか、あるいは松葉杖とか、ああいった赤ちゃんの股関節脱臼とか脊椎カリエスとかですね、そういったものがあります。はい、あれなんか昭和5年のコルセットですね。お大師様の教えの中に髪の毛を切りなさいとかギブスを収めなさい、そういったことはありません。信者さんがお大師様に対してのね、心を表されたのがこういった髪の毛をご奉納とかギブスを外した時には必ずお礼参りして収めますとか、信者さんが決めたものです。お寺でこうしなさいああしなさいというのはないわけですね。なされた通りにまた信者さんがね、話を言い伝えで聞かれて同じようになさったということがずっと続いてきたということですよね。じゃあ本堂の中の方ご案内いたします。はい、こちらがいろんなお札とかですね、ここが祈願の受付になります。こういったのはお守りですね。いろんな願い事で病気全開とか、あるいは厄除けとか交通安全、身体健康、家内安全ですね。ここはもうオールマイティです。弘法大様にとにかくいろんな願い事をなされる。人それぞれによって願いが違うんでね。こちら3体仏様ありますけども、ちょうど真ん中が弘法大師空海ですね。で右手が薬師如来、左手が不動明王になります。この3体の仏様は大変大きなクスノキ、たった一本の木でこの3体彫ってあります。お大師様の後ろが岩が見えております。大きな岩が、この岩の下が椿堂の一番の始まりのところになります。今から1200年ほど前に弘法大師空海が遣唐船に乗って中国に勉強しに行かれて、無事勉学を終えられて九州に帰ってこられて、大体2年間九州におられました。でその間に宇佐神宮に勉学のお礼参りなされて、宇佐神宮に来られると国東半島を眺めますのでね、ちょうど椿堂の真後ろにお尻がつく山、尻月山という山がありまして、この山が目に入ってこの山に登るとふるさとのお四国が見えるなということでね、宇佐神宮からそちらにあるようにこうしたような椿の杖をついてこの椿堂にやってこられたということですね。でその岩の下で世継ぎをしのがれて、ご修行なさったということです。でその時に持っておられた椿の杖で岩の間からお出しになられた御霊水、お水が少しずつ湧き出しておりまして、そのお大師様がお出しになられた御霊水をいただくといろんなご利益があったということですね。それで昔の人は命に大事な、髪の毛を断ち切ってご奉納なさったということです。昔はこの本堂にもぶら下がってたそうです。このお守りですね。お大師様がこの手に持っておられるこの仏具がここに入っていると思ってください。この金が縦でも横でも動くかどうか触ってみてください。指で動きますか？動かないね。だけどこのお守り持ってた人が交通事故に遭って車めちゃくちゃ、もう誰でもこれはもうダメだなという事故でもね、怪我一つありませんでしたって、その本人の方がここにお礼参りされてお守りを持ってこられたのがこれです。3つに折れてるでしょう。ということはお大師様が助けられたという考え方しかなりませんよね。この人もそうです。真っ二つ。この人も助かりましたと持ってこられたもの。この人はがんです。黒くなってるでしょ。悪いものを吸い取ってもらってる状態。こんな風にしてご利益を受けられる方がおられるということです。私は今先ほど言いましたようにお坊さんになって50年ぐらいになります。で振り返ってみたら、おぎゃーと生まれたらどんな人でもいつかお迎え来ますね。はい、で私はお坊さんになって
高野山の7年間いる中でもね、全国からいろんな方がお参りなされる。私も不思議な体験もしたこともあります。またこちらに来てもね、不思議なこといくらでもありますし、なんか目に見えない世界があるような気がしますね。人間の死というのはこの肉体とお別れするだけのような気がしますね。ということは、本当の自分はこの肉体でなくて、肉体に宿ってる魂、心が本当の自分のような気がします、ね。で、ここに2、30人来られて、この話を聞いた人だったら絶対何人か手を挙げる話があります。それはなんかきれいなお花畑があって、どんどん歩いてきよったら、後ろの方から大江中から戻ってみたら病院のベッドの上だったとかね。私はもう1000人以上そういった方手を挙げて来られる方見てますのでね、ああ、もう絶対にあの世があるないような気がします。それで今から証拠の写真がありますのでお見せします。はい、この写真は私のおじいさんです。私が小学校1年の時に亡くなりました。で、こっちが私のおばあさんで、おばあさんは高野山大学2年の時に亡くなりました。おばあさんが亡くなって、このおばあさんが夢の中出てきました。なんていうかというと、やっとおじいさんに会えたというわけです。あの世でおじいさんに会えたと言ってるわけですよね。で、おばあさん紋付きの着物姿ですよね。で、このおじいさんの写真見てください。このおばあさんがおじいさんの中入って写ってますから、分かりますか？この紋付きの着物を着て、おばあさんがこの半分だけ写ってます。ここが着物の紋です。この紋、こう着物の型です。ここがだいたい顔ですね。ちょっと待って、分かりましたか？分かった。おばあさん生きている時はおじいさん一人です。おばあさん亡くなって夢を見せてからこういう風になったわけです。63年前の写真ですよ。これ合成写真ができるわけないですよね。ということは、あの世で会えたという証拠を見せてくれてるわけです。寝たらね、夢を見るでしょう。夢は肉体と関係ないですよね。ということは、すでにこの世に精神的な世界があるということでしょう。で、人間はなぜこの世に生まれてきているかというと、私の考えでは、肉体があればそれだけ余計に感じ取ることができるでしょう。夢の中で美味しいラーメン食べたと言っても、実際にこの肉体を借りて食べた方が美味しいでしょう。だからこの世に生まれてくるということは、精神的な勉強するためにはこの肉体が必要であるということです。この肉体を借りてる人生の間、これは何をしているかというと、魂の勉強をしているということです。いろんなことをこの肉体を通じて、第五感を通じていろんなものを感じ取っているわけですよね。だからその精神的な魂がどういうふうな状態になって肉体とお別れするのがいいかという勉強しているということですよね。ということは、楽しい夢を見れるような魂、精神がいいですよね。ということは、やっぱりいらん愚痴とか不平不満を言う人生よりも、ああよかったなという感謝のできるような人生の方がいいということです、ね。そうした時には、肉体と離れた時にはいい夢を見ることができますよというような気がします、はい。じゃあこちら、お大様がご主なされたご理屈をご案内いたします。じゃあこちらですね、はい、ここはまだ本堂とか何もない時に、平安時代に弘法大様空海がやってこられたところがここですね。文字は昭和60年に天井から屋根をやり替えた時に一枚一枚ご寄進してくださっています。そのご寄進くださった方のお名前と住所ですね、はい、ここにもね、体につけてあったものを持ってこられたものです。これは番号が打ってあるのは88箇所の札所の番号になります。なかなか霊場巡りができないんで、
椿戸に来れば1番から88番までお参りしたような形になるわけですね。88箇所というのは日本全国いろんなところにたくさんありますけども、88とつけばこれは弘法大様のご令嬢ですよということになります。で33箇所といえば観音様、24はお地蔵様、38はお不動様というもう決まってあります、はい、日本全国どこに行ってもここが一番のパワースポットになります。どうぞ、はい。でこの上は岩ですね。ここでお大師様が四つ吉流れてご修行なさったわけですね。でその時に持っておられた椿の杖でこの岩の間からご霊水をお出しになられたということで、この正面に湧き出しています。このお水ですね。お大師様の魂が込められたお水ということになりますね。ここに紙コップがありますのでどうぞいただいてください。ここでね椅子がありますのでここに座ってですね、でお参りするわけですね。でいろんな願い事があればここでお大師様にしっかりお願いなされます。でこの岩のこの右手の部分が本堂の中から見えておった岩です。でこっちずっと出ますので、これも先ほどの一枚岩ですね。これ大変大きな岩になります。仏教といえばですね、大きく分けて密教という言葉と普通の仏教という言葉と2種類ありますけども、弘法大師様の方は密教という教えになります。で密教の教えの中の仏様というのはいろんな仏様が出てきます。で仏教というのはもともとインドから仏教が来てるわけで、奈良時代に初めて入ってきてますけども、その当時の仏教というのは奈良の都のお坊さんたちだけのものだったわけで、平安時代になって初めて空海がお弟子さんを使って日本全国に仏の密教というね教えを広められた。そこから日本の仏教の歴史が流れていると思っても過言ではないですね。弘法大師空海が密教を日本に広められたわけですから、大師号といって天皇からいただいたお名前が弘法大師という、弘法というのは日本全国に仏の教えを広めたという意味で大師をつけてあります。で弘法様とかお大師様というのは全て空海のことになります。空海です、はい、正式には数えてませんけども、まだ上にも山にもありますし何千体でしょうね。これも全部願い事をなされてね、家内安全とか病気を治してくださいとかさまざまな願いで挙げておられます。ご仏像お大師様の身代わり大師としてここにご安置して永代安置という形でお祀りいたします。でこっちずっと出れますので、はい、お接待って聞かれたことないですか？西日本には多いと思いますけどね、弘法大師様は旧暦の3月21日にご入場といってね、仏様の世界入って私たちを見守っておられるという考え方しますけども、その旧暦の3月21日ここら辺ではお接待といってお大師様を祀っておられる部落とか個人とかそういった方がお菓子とかね、昔はご飯とかうどんとかをお接待なさったということなんですけども、ということは最後にお大師様は全ての人をお救いしますということで、1ヶ月前からご飯を断って1週間前はお水を断ってね、身も心もきれいな状態で高野山の奥の院に座禅しておられる。でその3月21日にまだ生きておられるんですけど、お弟子さんたちが泣きながらにその座禅しておられるお堂の扉を閉めるわけです。でいまだに閉まった状態、もう絶対開けないんです。でその扉が閉まった日がお接待の日で、お接待のお菓子をいただくというのはお大師様の全ての人をお救いしますというお誓いのお菓子をいただくということです。でお接待する方はどうかお皇后様お大師様のご利益をいただいてくださいという意味を込めてお接待をしているわけです。じゃあこっちで入れます。はい、これで報道を一周したことになります。で弘法大師空海が宇佐神宮に勉学のお礼参りなさった時に国東半島を眺めます。そしたらあの山が目に入ったわけです
でこの山に登って山頂に登ったらふるさとのお四国が見えるなということで、宇佐神宮から椿の杖をついてこの椿堂のご霊窟にお越しになられたということです。椿の杖が元で椿大寺が、椿の木がたくさんあるから椿堂と思われますけども、椿の杖が一番の元になります。じゃあ今からこちら文庫四国88箇所の48番札所の椿の観音様のご本堂をご案内いたします。でこれは開運天正大念珠といって、ここに赤い玉があります。これが一周するまで一周回すと開運ですね、運が開けていくということになります。これは家庭円満ですね。親子仲良く、これ手をつないでるんですけどね。こちらは大地蔵様ですね。地蔵菩薩といってね、六地蔵って聞かれたことあるかもしれませんけど、地獄、餓鬼、地空小、修羅、人間、天というその6つの世界でお地蔵さんがいろんな手立てを持ってお救いくださるという考え方をします。でこちらは親子地蔵ということでね、家庭円満であるように密教の教えの中にお地蔵様が出てきます。こちらが48番札所の善通寺椿大堂の観音様のお堂になります。密教ではいろんな仏様出てきます。観音様であったりお地蔵さんであったり、これは大日如来が一番の元ですね。で大日如来が宇宙の真理そのものを人格化したものが大日如来ということで、この人には優しい観音様のような心でもってお説法しようと思えば、大日如来が観音様に変化心といって姿を変えてお説法してくださるという考え方ですね。でこの人にちょっと厳しい顔でお父様のような怖いお姿で説法しないといけないということになれば、大日如来が不動明として変化なされて説法なされるという考え方をします。だからいろんな仏様は密教では出てこられます。でこちら正面に一番古い、ここは11面観世音菩薩様、頭の上に11の顔のある観音様をお祭りしてあります。この右手の奥が11面観音でわかるかと思いますけどね、正面に3つ顔があります。これは普通の顔ですね。で右手の方のお顔がこれは少し笑ってる顔です。で左手の方はちょっと怖い顔ですね。で真後ろに一番恐ろしい顔をしています。でこれで10個あります。でその中心にもう一つ上にもう一つ悟りを開かれた時のお顔があります。それから手が1000本あるという考え方の11面千手観音というのもありますし、手だけ1000本ある千手観音というのもあります。でここにたくさん観音様を身代わり観音として挙げておられます。こちら挙げておられる郷の前さんという方なんですけど、この方は30分ぐらい行ったところの山川町に住んでおられるこの方のおばあちゃんがおられて、そのおばあちゃんはもう毎週のようにここに参ってこられるんで、何かありましたかって聞いたら、実は私の孫がね10歳なんですけど女の子で膠原病になって今治療中なんですということなんです。そしたらちょっとそれ大変難しい病気だから身代わり観音をあげさせてくださいということで観音様をあげられました。そしてもう毎月月回りもう何年もなさって、でだんだん数値が下がってきました。そしてやっと6月のね、14日に退院したんですけど、本当は15日だったそうなんですが、15日が日曜日だから一日早く退院できたということなんですけども、それも言われがありましてね、実はこのおばあちゃんのご先祖様に祈り身を投げられた方がおられて、その方が苦しんで訴えてきておられたような状態だったわけですね。それでその方の
国威をしっかりしているとお孫さんの数値がだんだん下がってきて、命日が6月15日だったわけです。6月15日に退院する予定だったんですけど、6月14日の前日に無事退院できて、そして今もう27歳ぐらいになってますね。でそんな風にしてご利益を受けられた方もたくさんおられます。もうそれは別にお大様であると観音様であるとどちらでも構いません。ご利益は一緒です。観音様の好きな人は観音様をあげられるし、お大様の好きな人はお大様をあげられるということですね。こちらは昇龍観音でね、龍の上に観音様が乗っておられます。ここは観音様、お地蔵様、お不動様、お大様から弁財天とか、10種類ぐらい。まずは如来というつく仏様がありますね。それから如来のランクわけじゃないんですけど、下に菩薩様という方がおられます。でそのもう一つ下が明王ですね。不動明王とか、それからその明王の下に何々天、毘沙門天とか弁財天とか、要するに会社で言えば会長、社長、部長とか、そういうふうに分かれるような形で全て同じ会社ですよね。その会社は大日如来という会社です。でこちらは国蔵菩薩、私様がお四国の室戸岬でねご修行なさった時のご神言が国蔵菩薩のご神言になります。真実の言葉と思ってください。でそれがそれぞれ仏様にご神言というのがあります。国蔵菩薩はノーボアケシャキャラバやオンアリキアマリボリソーカというご神言になります。国蔵ですから無限であるという形ですよね。南無阿弥陀仏というのは阿弥陀さんを唱えているということです。南無というのはどんな仏様でも南無をつけられます。南無不動明王、南無国蔵菩薩、南無地蔵菩薩。南無というのはその仏様に対して私は全てお任せしますのでよろしくお願いしますという意味合いになりますね。上の方にも水子地蔵さんとかね、お救い堂といってしゃもじがたくさん上がってるところもあります。ちょっと険しいですけど、じゃあ行きましょう。こちらの鳥ですけどね、あんまり見られたことないと思いますけど、オシドリ夫婦のオシドリになります。こちらの大きい方がオスですね。オスのが大変綺麗です。でこちらはメスになりますね。で私の名字はオシのみといって、このオシドリ夫婦のオシに海水浴の山水の海をつけて、普通オシ海と言いますけど、私の場合オシのみという読み方します。でちょうどたまたま信者さんがこちらに収めてくださいということで、私オシのみだからちょうどいいなと思ってですね、ここにご安置してます。信者さんから、ご奉納していただいたということです。戦時中にお寺の釣り鐘は全部軍に供出取られたわけです。で鉄砲の弾になっていったわけですね。で今度は幸せ呼ぶ釣り鐘として昭和60年に釣り鐘とができました。じゃあ上に行きます。よいしょ。こちらは厄除け大師様ですね。こちらは水子地蔵さんですね。水子地蔵という昔からの信仰がありましてね、お救い堂、しゃもじがあるそのお堂だけですけどね。ここはね、48番の奥の院という形で、下が48番でその奥の院という形ですね。でお救い堂という形で願いを書かれたしゃもじをねご奉納なさってるという形で、救い取るそういう意味合いでしゃもじに願い事を書くわけです。どうぞ。ちょっと天井にもこう貼ってあるんですけど、全部そしたらもう何千個でしょうね。真ん中正面はお不動様です。仏師さんが違うから
その方によって顔がもう全然違います。仏像専門の石屋さんがおられたり、大体仏像は像をつってね、像を作る、この仏様は丸いお顔しないといけないとか、どんくらいの寸法ですとか決まりがあるんです、仏像を作るのに。だから私たちが見れば、これは仏師さんが彫られた仏像とか素人さんが彫られたなとかすぐ分かるわけです。お救い取るしゃもじですからね、私を救ってくださいという意味で願いを書くわけですね。お父様信仰する流れでね。じゃあもう一つお見せしたいところがありますのでどうぞ。あちらですね、あそこにもいろんな髪の毛と器物コルセットがあります。令和はもう短いのしかないです。髪の毛は一部分だったりで、今はもう髪の毛よりもお布施の方が多いです。昔は女性はね、髪の毛がお金になってたわけです。それとかお米は候補のなされる方とかね、その当時によっていろいろ形が違います。もう現代ではもうお布施の方が多いということ。今日はこの YouTube を見ていただいて誠にありがとうございました。この YouTube 見られて、この椿堂返上院にもし来たいなと思う方がおられましたら、ぜひお参りしてください。私なりのお坊さんになって50年経ちますけども、私が感じ取ったものを分かりやすくご説明させていただいて、本当にお参りしてよかったなと思えるような、またお家に帰っていただけると思います。どんな人であろうといつか死というのがやってきますけども、私としては死は一つも怖いものではありません。むしろ肉体とお別れするだけで、寝ている時に夢を見ると一緒でね、なんか精神的な世界があって、そちらの方に永遠に行くような気がします。だからこの生きている間にどういうふうな魂になるのが一番いいかなという勉強をしていると思います。